皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。今日なんですけど、新潟県におりますんで、今からなんですけど、でっかいフェリーさんで日本一奇妙な島って言われてる佐渡島の方に行きたいなと思います。フェリーちょっと面白そう。めっちゃ面白そう。大きいですね。で、今回はトニーさんも持っていきますということで、トニーさんあそこで待機しております。で、今日なんですけど、この日本一奇妙な島佐渡島、なんでその奇妙な島言われてるかというと、なんか昔罪人とかをなんか島流しの刑って言った感じでなんかその島に送られてたみたいです。んでその罪人なんですけど、政治犯とか思想犯が多かったらしいです。例えば上徳、これ予習してきましたよ皆さん。上徳天皇か、そういうなんか天皇も送られてたり、あと宗教の日蓮さんとかもこう島流しの刑で送られてたりするらしいです。まあそんな感じでなんか結構知識が高い人、頭が偉い人が送られてたせいで、なんかそこの佐渡の独自のなんか文化ができたりとか、あと佐渡島ではなんか黄金が見つかって、なんか黄金の島って名付けられたり、あと何でしたっけ、ちょっとメモ見ますよ。奇祭の島、珍しい祭りがめちゃめちゃあるらしいです。まあ結構奇妙で面白そうな島なんで、今回ちょっと行ってみたいなと思います。ルースさんの朝ごはんでございます。半額の焼き芋。ルースさん最高やね。ルースさん半額の焼き芋。 This is the best half price. 一番いい半額食べ物、焼き芋とかぼちゃクロケ。寿司は？ちょっと絶対寿司。もしかぼちゃクロケ半額あります。一番嬉しい。かぼちゃクロケめっちゃ簡単ですよ。結構ありますよ。おなら注意ですよ。おなら注意でなんですけど、このカーフェリーこんな感じで、予約したんですけど、なんか往復でチケット買った方が1500円ぐらい安くなるらしいです。まあ結局トニーさん4メーター以上5メーター未満でだいたい3万6000円ぐらい。まあでもホテルの料金とか考えたら安いですよ、こっちの方が。良いなとかいいなってことでしょ。光、投げ捨てる、でも晩秋でほかすとか言うね。ゴミほかす、むつごいだけど晩秋ってむつこいなこれって言いますよ。これルースさんポンスケ、これ面白いね。ポンスケ、ぼんやりしているもの。ルースさんポンスケ。もしずっと佐渡島運転します。休憩なし。7時間かかる。7時間マジで7時間。おお、来ますぜ佐渡島。イエーイ、上陸でございます。おお、すごい。すごい。いきなり釣り具。やっぱり釣りが有名なんやね。ここは見てください、釣り具って書いてあります。あ、そうですか。はい。まあ今からなんですけど、とりあえずルースさんお腹減ったんで腹ごしらえしに行きましょう。どないですか？もちろんイエスですね、ルースさん。Why not？ もちろんイエス。佐渡島食べ物を食べてみたいですね。行きますか。ほなまずは食べ物から。 OK、 はじめ食べ物、それからエクスプロール。はい。腹ごしらえできてますか？入ってますか？入ってます。営業中です。入りましょう。
ニューはこんな感じです。まあ、寿司が結構ありますね。佐渡のお待たせ寿司もあるんですけど、僕ら今回のお目当ては佐渡天然ブリカツ丼定食みたいなと思います。ブリカツ丼ってここ佐渡でめっちゃ有名らしいです。めっちゃ食べてみたい。ブリ私たち同じ。ノー、全然大丈夫。ルースさんもブリカツ丼食べたらいいじゃないですか。そうですか。はい、欲しい？はい。ちょっとシェアしたくないです、ね。したくないです。絶対したくないです。一人で食べたいです。デディーン、皆さん見てください。これが佐渡の天然ブリカツ丼です。この旗があるのがなんか佐渡の天然ブリカツ丼で認定されたブリカツ丼らしいです。いただきます。柔らか。カツ丼の中どうですか？鶏のめちゃめちゃ柔らかい。鶏は結構注意やけど、全然注意じゃなくて脂乗っててすごい柔らかい感じ。ソースどうですか？で、外の衣はめちゃめちゃカリカリで揚げたてでめちゃくちゃ美味しいです。ソースは甘だれです。結構あごだし醤油って書いてあるの結構甘だれで美味しい。私のイメージはスイート&サワー。違いですか？甘い。全然魚の臭みがないから、多分ルースは魚の臭みあんま好きじゃないから。フィッシュマーケットスメル。全然ない。魚一番犬好きじゃない。絶対好き。美味しい。美味しい。初めて豚骨食べる。豚骨ちゃうね。とんかつ？初めて。ブリカツです。カツ丼。ブリカツ。初めて食べました。美味しい。大抵肉が豚ですね。最高でしたね、あのレストラン。レーティング5。絶対おすすめです。5皆さんおすすめです。絶対めちゃくちゃ美味しいんで。めっちゃ美味しい。ビールと一緒に。ビールと一緒に最高だと思います。寿司めっちゃ美味しそう。絵がありませんよ。絵がないパターンです。何ぼでしょうか。セルフですか？違う。ちょっとやばい。さあ、ガソリン忘れました。入れるの新潟で。で、新潟昨日137ありましたよ、ルースさん。で、なんと佐渡アイランド157。めっちゃ高い。の味噌めっちゃ腐ってた。誰？ルースさんは翔太。なんでやねん。ルース昨日夜ドライブじゃないですか。めっちゃアホ。最悪やん。もう最悪やん。多分今日夜ご飯食べません。夜ご飯食べません。ルース銀行挟んで20円の差額。今日の夜ご飯マネーもったいない。ガソリン。もう。ということでただいま、スカイラインの頂上 900m ぐらいに来たんですけど、残念ながらガスで全然見えへん。難しいですね。ちょっと前の UFO ラインと同じような景色かなってちょっと思ったけど。最近アルプス見れる。はい、ここからアルプスも見れるらしいです、皆さん。ということでまた皆さん、もしスカイライン来るときはガッシー、ルースさんのおならがあんまりないときに来てください。ね、はい。ひどい話欲しくない。なんでやねん、いつもルースさん反対に言うじゃないですか。ね。ここが、金が取れるところらしいです。ね、だから今回僕たちはあまり興味がないので行きません。こんにちは。こんにちは。これ何なんですか？刑務所。ここが相川って読むんかね、これ。そう。相川一緒らしいです。で、刑務所らしいです、ルースさん。で、昭和何年になったんかね？昭和のそれの29年。そう。はい。で、その前は朝鮮人の寮やって。これで。やばい。
畳ちょっと配る。今ねちょっと壊れてますね。 How long tatami lasts for? 結構壊れてます。皆さんどうですか？ Time for the night. 網走刑務所みたいなね。いちご分厚いですね。はい見てください。And you go, and you go. はい、トイレがちょっと。こんな感じです。皆さん見てください、トイレ。OK。明日何時ピックアッ明日5時お願いします、ピックアップ。プ？おやすみ。やばいよ。ここサドアイランドはすごい記載がある、めちゃめちゃおかしい祭りがあるって言ったじゃないですか。もうすごいですね。なんかドラムがめちゃめちゃ有名らしいです。太鼓。あ、そうですか。はい。だから僕太鼓めちゃめちゃ好きなんで、ちょっとそこ太鼓ミュージアムがあるってことでちょっと行ってみたいんですけど、いいですかね。なんで太鼓が好きですか？やっぱり僕ら播州姫路なんで、やっぱ太鼓って言ったらやっぱ祭りでよく使うんで、太鼓の音っていうのが好きなんですよ。面白い。ね。ただいま着いた場所がここ宿根木っていう集落らしくて、めちゃめちゃ古い建物が残ってるらしいんで、ちょっと覗きに行きましょうか。お願いします。めっちゃ細いですね、道が。そうですね。うん。Oh, look at the old fire pump Okay, so you have to go this way. in here. How to go? Wow. In Japan, like, you can build houses so close, めっ right? ちゃクロス In や the, ね。 in the UK, you have to have Yeah. like a lot of space, like 2 meters or 3 I meters. never seen that. But in Japan, like, this is like 40めっちゃ狭い centimeters. な。 Wow.おお。ここも定休日です。全部定休。お茶屋さんや。ああ、ルッサ惜しいね、お茶屋。見てこれ。この祭りめっちゃおかしいやつ。これチンチンです。チンチンこの話するやつ。だからなんか言ったじゃないですか。この島はめちゃめちゃおかしい記載があるって。奇妙な祭り。多分これですよ。チンチンをこの話する祭り。ほんまですよ。見ました YouTube で。やばいやん。そう見た感じ、サドアイランドめちゃめちゃ車中泊には良さそうです。いろんなところにトイレがあって、なんか漁港にトイレがあったりね、車中泊簡単にできそう。景色最高ですね。景色最高だし、海回り、トイレがすごいたくさんあります。佐渡島一番楽しみもの。最後もの。中お入りください。ありがとうございます。こちらベンチにこの名まず何でしたっけ？私サミちゃんと申します。サミちゃん。どうぞあちらまずベンチにお座りください。はい。おお、すごいでかいですね。でかいんですよ。見てこの太鼓のさ。それを私たちは太鼓っていうものをパフォーマンスとして舞台に上げて、芸能を舞台に上げて皆さんに日本中とか世界にも行ってツアーで回って演奏活動をしてます。わあ。そういうグループになります。昔からあったんですか？太鼓。いえいえ、あ太鼓ですか？はい太鼓はもう文化的に。佐渡は私たち古道が拠点としてここに来るよりも前から、もうお祭りの時にずっと叩かれてる太鼓があって、鬼太鼓っていうんですけど、鬼の姿になって舞うんです、で各家々を門付けって言って家々を回って、そこのお家の家内安全だったり、でそこの商売繁盛だったり、五穀豊穣とかそういうものを祈ってその鬼が舞うっていうので、その裏打ちというかその鬼を回せるために太鼓打ちがいて、その太鼓の音が集落中に響いてるっていう、そんなお祭りがもういっぱいあるんですテレビで見たことあるようなけど、なんか子供が泣いてるような。まあそれ秋田の生ハゲじゃないですか。で新潟なんですけど、新潟の対岸渡ったところの柿崎っていうところのお寺に生えてました。で樹齢が600年、600歳ですよ。
すごいね。で600年の木なんですが、そこで立ってる間にちょっと中が腐れて穴が開いちゃったもんで、そのままでは倒れてしまう、危ないということで切られたんですね。で切っちゃってそのままポイはもったいないというわけで、何かにできないだろうかと。でも中も穴が開いている。おお、太鼓ならできそうだ、というわけで私たち鼓動というグループに太鼓を作ってみないかって話がありました。で私たち鼓動は太鼓を作るんじゃなくて演奏をして日本中世界中旅して回ってるグループです。なので作ったことなかったんですけど、これだけ立派な木が手に入るならということで作ってみました。わでこっちはこの辺がヒントなんですけど、どうでしょう。なんか動物です、豚バナちゃん。ああ、なるほど。そうそう、ほんまやね、いいよ。そのまんま豚バナちゃんです。こんなのもよくなるんよね、音。ねねちゃんと聞いていただきます今度ね。あで豚バナちゃんと山芋くんで、これからサミーちゃん山芋くんを叩かせてもらいますので、ぜひ山芋くんの響きを全身で感じてみてください。わかりました。太鼓の音ってね、聞くっていうけど聞くだけじゃ、もう耳だけじゃなくて、もう全身体で感じてもらえればと思いますので、はい。